キャプチャーボードを買い漁って30台以上、どうもしぱです。今回はアバメディアの GC551G2 という新しいキャプチャーボードのレビューと使い方について解説します。この GC551G2 という製品はキャプチャーボード販売大手のアバメディアから10月前半頃に新しく販売されたキャプチャーボードとなっており、実際に製品を提供してもらったので使用して性能を確認してみました。すると従来の製品と比べて新しい機能が追加されていたり、性能自体もかなり良くなっていたので、忖度なしでどんな機材でも使える万能製品と言えるようなキャプチャーボードになっていました。キャプチャーボードに悩んだらこれを買っておけば安心と言えるくらいにいい製品となっていたので、これからキャプチャーボードを購入しようと検討していた人は最後まで確認していってください。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。それでは GC551G2 の性能を確認しながら使ってみたレビューを言っていこうと思いますが、先にこの製品の詳しい特徴を簡単に紹介すると、いいポイントとしては 4K30fps、1440p60fps、1080p60fps の映像をキャプチャーソフトに移して録画可能。4K60fps、1440p、120fps、1080p、240fps の遅延のない映像を見ながらゲームをプレイ可能で、どの解像度も HDR に対応。VRR でパススルー出力が可能なので、より滑らかで綺麗な映像を見れる。3.5mm ライン端子が搭載されているので、音声をミキサーに入力して調整したり、ミックスした音声を音声ソースとして入力できる。OBS の画面を見てプレイできるほど遅延が少ない。サイズがコンパクト。一方向に接続端子が集約されているのでケーブルがスッキリするという感じで、悪いポイントとしては長時間使用すると少し熱いので使用条件に注意しなければならない。 HDR 映像をキャプチャーソフトに移せない。設定が少し大変といった感じなので、このような部分をチェックしてもらえたらと思います。ちなみに動作環境としてはこのようになっています。実際に購入したい場合は使用している PC が動作環境を満たしているのか確認してから購入するようにしてください。もしも動作環境を見てもいまいち意味がわからないならば、性能確認とレビューが終わった後に診断ツールの使い方を解説します。この診断ツールは使用している PC でこの製品を使用できるのか簡単に調べられるツールとなっているので、必要であればそちらの情報を参考にしてみてください。それでは GC551G2 の性能について実際に使用してみたレビューも交えながら各性能を詳しく解説していこうと思います。図を使いながら解説していきますが、この GC551G2 というキャプチャーボードは PS5 や PS4、スイッチ、スマホ、カメラといった映像を出力できる外部機器から 4K60fps、1440p、120fps、1080p、240fps の映像を入力できるようになっています。さらに HDR 映像に関しても入力が可能です。そしてこの製品からゲーム用モニターに HDMI 接続すると、遅延のない状態で映像を映せるパススルー出力を行うことができ、その時に 4K60fps、1440p、120fps、1080p、240fps の映像を遅延がない状態で映せるので、快適な状態でゲームをプレイすることが可能です。さらに HDR 映像もパススルー出力できるので、綺麗な映像を見ながらゲームをプレイすることも可能となっています。あと、この製品の大きな特徴としては、パススルー出力する映像が可変リフレッシュレートとなる VRR にも対応しています。この VRR の効果としては、例えば PS5 で 4K60fps の映像を見ながらゲームをプレイする場合、どうしても処理が重たいシーンになってくると 60fps よりも下がってしまって駒落ちしてしまう場合があります。この時に VRR に対応していないテレビやモニター、キャプチャーボードを使用している場合、駒落ちした部分の映像が隠ついてしまったり、テアリングという1枚の画像の中に複数フレームの画像が描画されて映像がちらつくような現象が起きてしまいます。ただ VRR に対応しているテレビやモニターを使用していて、今回の製品を使用するのであれば映像の隠つきやテアリングを防ぐことができるので、より一層滑らかで綺麗な映像を見ながらゲームをプレイできるということなんです。しかし PS5 や Xbox といった VRR の設定が行えるゲーム機を使ったり、 VRR に対応したテレビやモニターを準備しないと VRR で映像を出力することはできなくなっています。また数フレーム程度の隠つきやテアリングならば一瞬過ぎて気がつかないことが多いので、ほんの少しでもゲームをプレイする時の画質を上げたいと考えている人しか VRR は気にしないでいいという感じです。VRR に必ず対応しないと、カクつきやティアリングが目立ってしまうというわけではないので安心してください。
ちなみに VRR でパススルー出力する場合は対応している解像度とその範囲が決まっています。対応解像度と VRR の範囲としては 4K だと48から 60Hz、もしくは 1440p、1080p の場合は48から 120Hz までとなっているので注意してください。それでは性能解説に戻りますが、 GC551G2 とパソコンを USB 接続すれば OBS などのキャプチャーソフトに 4K30fps、1440p60fps、1080p60fps の映像を映し出して録画や配信が行えるようになっています。ただ注意点として、この製品は HDR 映像を OBS などのキャプチャーソフトに移すことができないので、 HDR の映像を録画・配信したいという人は注意してください。次に製品本体を確認していきますが、他の製品ではあまり見かけない 3.5mm のライン端子が搭載されています。この端子からオーディオミキサーに接続することで音声を細かく調整できたり、ミックスした音声を音声ソースとして入力して録画・配信することができます。ちなみに HDMI で入力している映像と LINE で入力している音声を合わせることは可能ですが、 HDMI で入力している音声と LINE で入力している音声というように音声同士をキャプチャーボード内でミックスすることはできないので注意してください。この LINE 端子はあまり使用しない人も多いかもしれないですが、状況によっては活用する人もいますし、この機能が搭載されているキャプチャーボードは他社製品でもほとんどないので非常におすすめです。あとこれ以外のおすすめポイントとしては、各ケーブルを接続する端子が一つの方向に集約されているので、ケーブルを接続した時の見た目がスッキリしているというメリットがあります。また GC551G2 のサイズを確認してみると、横 112.5mm、縦 66.1mm、厚さ 20.9mm となっており、このようにアマメディアの他の人気製品と比べてみるとかなりサイズがコンパクトとなっています。詳しく比較すれば GC311 という製品よりも少し大きくて GC553 よりも少し小さい感じですね。このようにサイズがコンパクトな製品になるので、実際にモニターの横などに置いてみても製品本体が大きくて邪魔ということがありません。またデスク周りがケーブルでごちゃごちゃすることもないので、この点に関しては非常にいい性能をしているなと思いました。次に画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS5 の映像を OBS で録画してみた動画を確認していこうと思います。ちなみに PS5 は 4K60fps の映像を出力できますが、この製品を使用すると 4K30fps までしか OBS に映像を映せないので、今回はその一つ下の 1440p60fps という解像度で OBS に映像を映し、録画も 1440p60fps で行ったので参考にしてみてください。はい、実際に見てもらったら分かりますが、録画設定をちゃんとやっているおかげもあって、動きが激しいところも乱れることなく綺麗な映像になっています。また今回はただ普通に映像を映しただけで特に加工を加えていない状態で撮影を行いましたが、 OBS で撮影する場合はフィルター設定というものができるようになっています。このフィルター設定の中にはシャープや色補正といった設定があり、それらをさらに追加することでより一層いい画質で録画することも可能なので覚えておいてください。ちなみに映像の確認のために1時間以上は実際に録画していたのですが、キャプチャーボード本体を触ってみると全体的に少し熱くなっていました。基本的に機材関連は熱が原因で性能が低下してしまったり、消耗が激しくなって故障の原因にもつながってしまうので、どれくらい発熱するのかというのも重要になってきます。しかし安物の製品みたいにめちゃくちゃ熱くなるというわけではなかったので、適度な室温で風通しがいい場所で使用するのであれば問題ないかと思います。次にキャプチャーボードによっては 60fps で映像を映せると言っていても、実際は 30fps の映像を 60fps にした疑似フレームで映像を出力するような製品もあったりするので、 GC551G2 は本当に 60fps の映像を出力できるのか検証してみました。ちなみに映像キャプチャーデバイスの解像度と OBS 側の録画解像度は 1440p60fps に設定して撮影を行いました。もうすでに実際に撮影した動画を動画編集ソフトに入れていますが、これをコマ送りしてみると、はい、このように1コマずつ映像が動くので確実に 60fps が出ていることがわかります。実際に1秒分の動画をコマ送りしてみたいと思います。
はい、結果としてちゃんと1コマずつ映像が動いて確実に 60fps が出ていることがわかるので参考にしてみてください。次にキャプチャーボードの機能の一つであるエンコード方式について解説していきますが、各外部機器からの映像を PC のキャプチャーソフトに移すにはエンコードというデータの変換作業を行ってあげる必要があります。このエンコードを行うやり方は2種類存在していて、 GC551G2 の場合はソフトウェアエンコードでエンコードを行うようになっていますね。このソフトウェアエンコードの特徴としては、映像の処理を PC に任せることになるので、少ない遅延で OBS などのキャプチャーソフトに映像を表示できるという特徴があります。ちなみにソフトウェアエンコードの性能というのは製品によって優劣があり、 OBS に映像を映した時の遅延の差というものが製品によって違います。GC551G2 の場合はパススルー出力の映像と OBS に映った映像を比べた画像を確認してみると、このように約 0.06 秒という遅延になっていたり、別の画像で確認してみると、このように約 0.07 秒という遅延になっていたので、約 0.06 秒から 0.07 秒の遅延があるというのがわかります。今までたくさんのキャプチャーボードを使用してきましたが、OBS に映った映像の遅延が約 0.1 秒以内ならば、その映像を見ながらゲームをプレイできるギリギリの遅延になっています。しかしこの製品は約 0.06 秒から 0.07 秒という外付けキャプチャーボードの中でもトップクラスで少ない遅延になっているので、シューティングゲームのような動きが速いゲームをプレイする場合でも OBS に映った画面を見ながらプレイすることが可能です。特にパススルー出力を行うゲーム専用のモニター、簡単に言えば2台目のモニターを準備できない人にとっては非常にありがたい性能となっています。またスマホゲームの映像を映して録画や配信をしたい人もいると思いますが、スマホやタブレットの場合は HDMI 変換ケーブルを間に接続する必要があるので、若干遅延時間が増えてしまいます。しかし GC551G2 は元々の遅延時間が少ないこともあり、遅延時間が多少増えたとしても問題なくスマホゲームをプレイできるので、そのような用途を考えている人にもおすすめです。ここまで GC551G2 の性能について解説してきましたが、どうだったでしょうか。最後にこの製品についてまとめると、いいポイントとしては 4K30fps、1440p 60fps、1080p 60fps の映像をキャプチャーソフトに移して録画可能。4K60fps、1440p 120fps、1080p 240fps の遅延のない映像を見ながらゲームをプレイ可能で、どの解像度も HDR に対応。VRR でパススルー出力が可能なので、より滑らかで綺麗な映像を見れる。3.5mm ライン端子が搭載されているので、音声をミキサーに入力して調整したり、ミックスした音声を音声ソースとして入力できる。OBS の画面を見てプレイできるほど遅延が少ない。サイズがコンパクト。一方向に接続端子が集約されているので、ケーブルがスッキリするといった感じで、悪いポイントとしては、長時間使用すると少し熱いので、使用条件に注意が必要。HDR 映像をキャプチャーソフトに移せない。設定が少し大変といった感じですね。今まで30台以上の外付けキャプチャーボードを使用してきましたが、これほどまでに各性能が高く、機能も充実している製品は他にないというのが正直な感想です。これさえ買っておけば PS5 や PS4、Switch、iPhone や Android といったスマホ、タブレット、カメラといったどんな機器でも対応できる万能機材といっても過言ではないですね。ちなみに似た性能をしている製品としては、エルガトの HD60S プラスというキャプチャーボードがあるのですが、実は今まではこの製品を万能機材と言って紹介しており、迷ったら HD60S プラスを買っておけというように紹介していました。しかし実際に性能を見比べてみると、HD60S プラスよりも GC551G2 の方がパススルー出力時の解像度やキャプチャーソフトに映像を映す時の最大録画解像度が圧倒的に優れています。なので PS4 や Switch といった従来のゲーム機はもちろん、PS5 のような高性能な機器が今後発売されたり普及してきた場合でも対応可能ですし、本格的に高品質な録画や配信を行いたいと思った場合でも問題なく使用できるようになっています。また OBS での遅延も GC551G2 の方が少なくなる場合もあるので、スマホゲームをやりたい人にもおすすめですし、パススルー出力用のモニターを準備できない人でも OBS の画面を見ながらゲームがプレイできるようになっています。さらに 3.5mm ライン端子でオーディオミキサーと接続してゲーム音の調整も行えたり、端子が一つの方向に集約されているのでデスク周りがスッキリしたり、値段に関しても動画作成時点では両方ともほぼ同じ値段で買えるようになっていたので、迷ったら GC551G2 を買っておけというように今後お勧めしていくことが間違いない非常にいい製品となっています。
ただ唯一の大きな欠点としては HDR 映像をキャプチャーソフトに移すことができないという点ですね。最近 OBS がバージョン 28.0 にアップデートされたことで HDR 映像で録画や配信ができるようになりましたが、もしも HDR 映像で録画や配信をやりたいと考えているのであれば、エルガトの HD60S プラスか、エルガトの HD60X か、アバメディアの GC553 といった3つの製品が HDR に対応していますし、実際に使ってみておすすめできる製品となっていたので、もしも HDR 映像で録画、配信をしたい人はこちらをチェックするようにしてください。実際にレビューした動画のリンクも説明欄に記載しておきます。しかし実際に HDR 映像で録画や配信をやろうとするには設定難易度が高いので、実際のところ HDR は初心者向けではありません。別に通常の映像でも十分に綺麗なので HDR 映像にこだわりがないのであれば GC551G2 を購入しておくとどんな状況でも対応できますし、性能に対して値段も安いので非常におすすめです。気になる人は説明欄に製品リンクを記載しているので、こちらから詳細情報をチェックしてみてください。GC551G2 を実際に購入してみたいと思ったかもしれないですが、アバメディアの公式サイトを確認してみると診断ツールというものをダウンロードできるようになっています。この診断ツールを利用すれば、今自分が持っている PC で GC551G2 を使用できるのか簡単に調べられるので、実際に購入する前に確認しておくのがおすすめです。ただ Windows しか対応しておらず、Mac の場合は診断ツールを使うことができないので注意してください。それではやり方を解説しますが、説明欄にアバメディア公式サイトの GC551G2 のページのリンクを記載しているので、そちらをクリックしてこのような画面を開いてみてください。次に画面左上にあるダウンロードをクリックしてください。するとダウンロードの項目に一気に移動するので、診断ツールのタブをクリックして一番上にある最新版の診断ツールをダウンロードしてください。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下に圧縮ファイルがダウンロードされるので、ドラッグしてデスクトップ上にドロップしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は PC をクリックしてダウンロードをクリックすると先ほどダウンロードした圧縮ファイルがあるので、これをドラッグしてデスクトップ上にドロップしてください。次に圧縮ファイルの上で右クリックしてプロパティをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、全般タブの一番下のセキュリティの項目の右側に許可するというのがあるので、これにチェックを入れて OK をクリックしてください。次に圧縮ファイルの上で右クリックして全て展開をクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、展開をクリックしてください。すると展開したフォルダが表示されます。もしも表示されない場合はデスクトップ画面内に展開されたフォルダがあるので、それを探して開いてみてください。次に表示された画面内のフォルダをクリックすると、デバイス大脳接ツール .exe というのがあるので、こちらをクリックします。しばらく待つと診断ツールが起動するので、GC551G2 のみにチェックを入れて画面左上のスタートをクリックしてください。すると注意文が表示されるので、不要なソフトは全て閉じてから OK をクリックして診断を行いましょう。実際に診断が終わるとこのような画面が表示されますが、全てにチェックがついていれば使用可能です。それではここからは GC551G2 の使い方について解説していきますが、今回は PS5 の映像を OBS に移すまでの手順を解説していきます。PS4 やスイッチ、スマホといった映像を映したい人もいると思いますが、そのような人向けにもやり方や注意点を解説しているので安心して作業を進めていってください。ちなみに使い方の手順を大まかに解説しておくと、HDCP を解除する、GC551G2 を各機器に接続する、必要なソフトウェアをインストールして設定を行う、OBS スタジオに映像を移すという手順で解説していきます。ただ一部解説が長くなりそうなところは別の動画で確認してもらうようにしているので、あらかじめご了承ください。まずは HDCP というコピーガードを解除していきます。この作業は PS5 や PS4、iPhone などの iOS デバイス、Android 9以上が搭載された端末を使用する場合のみに必要な作業となっており、これを行わないと映像が映りませんし、音声に異常が出る場合があるので HDCP の解除を行いましょう。ただ注意点として Android の端末の種類によっては映像を出力できない種類もあり、その場合は HDCP を解除しても映像が映らないことがあります。なので Android を使っている人は事前に映像を出力できる端末なのか確認しておくようにしてください。
ちなみにスイッチやカメラの映像を映したい場合は HDCP の解除は必要ないので飛ばしてもらって OK です。ただスイッチで YouTube や Netflix、Hulu などの動画・映画アプリを起動すると HDCP が有効になる場合があります。直前にこのようなアプリを起動していた場合はゲーム機の再起動を行ってから HDCP を解除するようにしてください。それでは PS5 や PS4 の HDCP 解除方法についてですが、ここで解説すると長くなるので実際に解除方法を解説した動画を投稿しています。説明欄に動画リンクを記載しておくのでやり方がわからない場合は確認してみてください。あと iPhone などの iOS デバイスや Android 9以上が搭載された端末を使用している場合はこの後に解説する REC Central という専用のキャプチャーソフトをインストールしてから HDCP の解除を行います。REC Central をインストールした後に解除方法を解説するのでひとまず設定を飛ばしてもらって構いません。次に GC551G2 を各機器に接続していきます。特に決まった順番はありませんが、まずは PS5 からの HDMI ケーブルを HDMI in に接続してください。ちなみにスマホの iPhone や iPad を接続したい人もいると思いますが、その場合はライトニングデジタル AV アダプターという HDMI 変換ケーブルを iPhone や iPad に接続してから HDMI 接続する必要があります。実際に説明欄に製品リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。こちらは Apple 純正品の HDMI 変換ケーブルとなっていますが、Amazon などで調べてみると似たような製品で同じ機能を持った製品もたくさん販売されています。そちらは値段が安いのでそっちを購入したくなりますが、接続不良が発生しやすかったり、表示される映像の遅延時間が純正品よりも大きかったりする場合があるので、個人的にはお勧めしていません。純正品は値段が高いですが品質が保証されていてサポートも充実しているので、基本的に純正品を購入するようにしましょう。ちなみに Android を使っている人もいると思いますが、自分は Android を使ったことがなくて接続方法がよくわからないので、他の人の動画やブログを確認したり自力で接続方法を調べるようにしてください。話を戻しますが、イン側に HDMI を接続できたら次は HDMI アウトに付属の HDMI ケーブルを接続し、もう片方はゲーム画面を映したいモニターに接続してください。次に付属で USB ケーブルがあるので Type-C の方を GC551G2 に接続し、反対側の Type-A の方を PC に接続すれば接続完了です。ただ注意点として PC に接続するときに USB 2.0 の端子に接続してしまうと動作しない場合があるので、必ず USB 3.0 以上の端子に接続するようにしてください。もしも USB 2.0 と 3.0 の見分け方がわからないという人は説明欄に見分け方を解説した動画リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。ここまでの全体の接続図のイメージを確認しておくとこのようになっています。ちなみに GC551G2 はソフトウェアエンコードの性能が高いので PC に接続したモニター1台だけでも録画や配信は可能ですが、モニター1台だけというのはあまりお勧めしていません。なぜかというと動画撮影するときは動画台本などの解説する内容を確認しながらやることになりますし、生配信するなら YouTube の配信管理画面やコメント欄なども表示させないといけないので、モニター1台だけではその作業がやりにくく、ゲーム自体もフル画面でプレイできないからです。この接続図のように1台はパススルー出力でゲーム画面をフル画面で表示させるゲーム用モニター、もう1台は OBS や YouTube といった画面を表示させる裏方用モニターというように、モニターを2台使うと録画や配信がやりやすくなるので、できればモニターは2台準備するようにしてください。GC551G2 を各機器に接続できたら必要なソフトウェアのインストールを行いますが、REC Central、OBS Studio、これら2つのソフトウェアをインストールする必要があるのでやり方を解説していきます。まずは REC Central という専用のキャプチャーソフトをダウンロードしていきます。ちなみに録画や配信を行えるソフトのことをキャプチャーソフトというのですが、キャプチャーソフトはこの後に解説する OBS Studio が設定の自由度が高いのでこちらを使用することを推奨しています。ただ iPhone などの iOS デバイスや Android 9以上が搭載された端末を使用している場合、REC Central をインストールして HDCP を解除しないと OBS に映像を映すことができません。さらに REC Central をインストールしたらファームウェアというキャプチャーボードを動かして制御するためのソフトウェアをアップデートする必要があるので、必ず REC Central をインストールするようにしてください。それではやり方を解説していきますが、説明欄に AWAMEDIA 公式サイトの GC551G2 のページのリンクを記載しているので、そちらをクリックしてこの画面を開いてください。開くことができたら画面左上にダウンロードというタブがあるのでこちらをクリックしてください。すると各ソフトウェアをダウンロードできるページに移動します。
Windows を使用している場合はソフトウェア PC をクリックし、一番上にある最新版の REC Central のダウンロードボタンをクリックしてください。Mac を使用している場合はソフトウェア Mac をクリックして一番上にある最新版の REC Central のダウンロードボタンをクリックしてください。ちなみに自分は Windows 10を使用しているので Windows でのやり方を解説していきます。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下に REC Central のインストーラーがダウンロードされるのでこちらをクリックしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は PC をクリックしてダウンロードをクリックすると REC Central ハンニャラランダン .exe というのがあるのでこちらをクリックしてください。するとお使いの PC によってはこのような画面が表示されるのではいをクリックしてください。次にこのような画面が表示されるので次をクリックします。次にソフトウェア利用許諾契約書の画面が表示されますが次をクリックします。次にインストール先のフォルダを指定しますが特に変更することなく次をクリックしてください。するとインストールが始まるので終わるまで待ちましょう。インストールが終わるとこのような画面が表示されるので終了をクリックしてください。すると REC Central が起動してこのような画面が表示されます。まずはファームウェアのアップデートを行う必要があるのでダウンロードをクリックしてください。するとブラウザで Chrome を使用している場合はこのようにファームウェアのインストーラーがダウンロードされるのでこちらをクリックしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は PC をクリックしてダウンロードをクリックすると一番上に GC551G2 ハンニャラランダン .exe というのがあるのでこちらをクリックしてください。するとお使いの PC によってはこのような画面が表示されるのではいをクリックしてください。次にこのような画面が表示されるので次へをクリックしてください。次にファームウェア更新時の注意点が表示されるので内容を確認できたら更新を開始をクリックしてください。すると更新が始まるので終わるまで待ちましょう。更新が終わるとこのような画面が表示されるので PC に接続している USB ケーブルを一応取り外し再接続したら OK をクリックしてください。するとファームウェアの更新画面が閉じて REC Central の画面だけが表示されます。ちなみにこの時点でちゃんと映像が映るのか確認したいので実際にゲーム機やカメラの電源を入れてみてください。このように REC Central に映像が表示されれば OBS で設定を行った場合でもちゃんと表示されます。ただ iPhone などの iOS デバイスや Android 9以上が搭載された端末を使用している場合は HDCP を REC Central で解除しないと映像をうまく映せないので今から HDCP の解除方法を解説していきます。ちなみに映像を出力できない Android 端末の場合は解除しても映らないので映像を出力できる機器なのか事前に確認するようにしてください。それではやり方を解説しますがまずは画面左上にある歯車マークをクリックしてください。次にライブゲーマーエクストリーム3をクリックし HDCP のタブをクリックしてオフにチェックを入れてください。あとは画面左上にある丸をクリックすると先ほどの画面に戻るので実際に映像が映るのか確認してみてください。最後に一つ注意点を言っておきますが録画や配信を行うのであれば OBS を推奨しているので OBS を使用するのであれば REC Central は使用しないことになります。ただ REC Central のアンインストールは行わないようにしてください。iPhone などの iOS デバイスや Android 9以上が搭載された端末を使用している場合は REC Central で HDCP が解除されている必要があるのでアンインストールを行ってしまうと映像が映らなくなる可能性があります。また状況によってはファームウェアの更新が来る可能性もあるのでアンインストールはせずにそのまま残しておいてください。次に OBS をインストールする方法を解説していきます。この OBS は先ほどの REC Central と同じように録画や配信が行えるキャプチャーソフトとなっています。無料で利用できるにもかかわらず自分好みに画面を調整したり映像やマイク音声なども細かく調整できるようになっているので個人的には OBS を使用するのを推奨しています。OBS のインストール方法に関しては別の動画で解説しているのでまだインストールできていない人は説明欄の動画リンクからインストール方法をチェックしてみてください。次に OBS に映像を映す方法を解説していきます。ちなみに REC Central の画面を開いたままにしている人もいるかもしれませんが REC Central と OBS の両方を開いた状態だとキャプチャーボードからの映像が映らないので REC Central は閉じるようにしてください。あと自分は Windows を使用しているので Windows 版の OBS の画面で解説していきます。またバージョン 28.0 にアップデートした画面で解説していくのであらかじめご了承ください。
まずはキャプチャーボードからの映像を表示させたいシーンを選択し、ソースの欄のプラスをクリックして映像キャプチャーデバイスをクリックしてください。するとソースを作成選択という画面が表示されますが、分かりやすい名前を付けたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。次にプロパティの画面が表示されるので、デバイスの項目にライブゲーマーエクストリーム3を設定してください。次に下にスクロールして解像度 FPS タイプをカスタム、解像度を 1920×1080、 FPS は出力 FPS に合わせるに設定してください。もしも接続している機器の出力解像度を 2560×1440 の 1440p や 3840×2160 の 4K にしているのであれば、解像度の項目は 2560×1440 や 3840×2160 に設定しても OK です。ただ 3840×2160 を選択すると 30fps までしか映像を映せないので注意しましょう。今回は PS5 を 4K 解像度で出力していますし、60fps で映像を映したいので 2560×1440 に設定して解説していきます。次に下にスクロールして音声出力モードが音声のみをキャプチャーであることを確認したら、カスタム音声デバイスを使用するにチェックを入れてください。するとさらに下の方に音声デバイスという項目が追加されるので、 HDMI LINE IN ライブゲーマーエクストリーム3を選択してください。ここまで設定できたら OK をクリックしましょう。すると OBS にゲーム画面が映ります。ちなみに解像度の設定で 1920×1080 よりも大きい解像度に設定していると OBS の画面よりも大きく表示されてしまうので、画面内の赤い四角をドラッグして画面ぴったりになるようにサイズ調整を行ってください。次に音声についてですが、今の状態で録画や配信を行った場合、問題なくゲーム音が入るようになっています。しかし PC にヘッドホンを接続してもゲーム音が聞こえない設定になっているので注意が必要です。ゲーム音だけを聞きたい人はパススルー出力しているモニターにヘッドホンを接続するとゲーム音を聞くことができるので、そのようにして対処してください。ただ OBS で設定した BGM を聞きたかったり、 Discord などの通話ソフトの音声を聞くなどゲーム音以外の音声を聞きながら録画や配信をしたいのであれば PC にヘッドホンを接続する必要があります。その場合は OBS と PC 本体で音声設定を行う必要があるので、これから解説する設定を行うようにしてください。それでは解説していきますが、 OBS の画面右下にある設定をクリックしてください。次に音声の項目をクリックし、グローバル音声デバイスのデスクトップ音声を規定に設定してください。できたら OK をクリックしましょう。次に音声ミキサーの項目にある縦3点マークをクリックしてオーディオの詳細プロパティをクリックするか、左下にある歯車マークのどちらかをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、映像キャプチャーデバイスの音声モニタリングをモニターのみ出力はミュートにしてください。すると音声が聞こえるようになるので、閉じるをクリックして画面を閉じましょう。もしもこれで音声が聞こえない場合は PC 側のサウンド設定がおかしい可能性があります。 Windows 10でのやり方になりますが、デスクトップ画面右下にあるスピーカーマークの上で右クリックしてサウンドをクリックします。するとこのような画面が表示されますが、再生タブをクリックしてください。次に PC に接続しているヘッドホンをクリックして選択し、規定値に設定をクリックしてください。チェックマークがついたことを確認できたら OK をクリックしましょう。あとは OBS を一度閉じ、もう一度再起動してみると音声がヘッドホンから聞こえてくるので確認してみてください。ここまで来たらあとは録画や配信の設定を行えば OBS の設定は OK です。ただ今からそれを解説するとめちゃくちゃ長くなってしまうので、各外部機器ごとに OBS の録画や配信設定方法を解説した動画を作成しています。説明欄にリンクを記載しておくのでチェックしてみてください。また OBS に映した映像の画質をさらにワンランクアップさせる方法を解説した動画も作成しているので、気になる人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じでキャプチャーボードの使い方や OBS の各種設定方法、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。